こんにちは、もずくです。今回の動画は常吉ビーチと前々回に作った大きな池につながる場所にカフェが並ぶ街を作っていきます。まずは作る場所に移動します。ちなみにこの辺りは前々回に作った池回りなんですけど、動画にするほどでもないなと思ったので、今回はちらっとご紹介にしておきます。そのまま道なりに進んで、今回はこの辺りに作っていきます。それではどうぞ。まずは滝壺につながるように縦5マス、横はとりあえず18マスくらいの長さで川を作っていきます。で、このままの状態でもいいんですけど、空間に少しでも密度を出したいので浮島を作っていきます。全体はこんな感じです。次は道を敷いていきます。お借りしたタイルのマイデザインと石畳のマイデザインを使って、とりあえず川と同じ長さ分敷きます。道の幅はタイルを合わせて5マスの幅で敷いていきます。次は手前側の道を敷いていきます。手前側の道は後でお城シリーズを使って壁を作りたいので、歩いているところが見えるようにタイルと合わせて6マス分敷きます。全体はこんな感じです。次は川沿いに塀を作っていきます。マイデザを敷いたことで木を植えられなくなったので、その代わりに植物パーテーションを置いてスチールフェンスと組み合わせます。手前側の真ん中はヨットを置きたいので開けておきます。次は角のスペースに街灯を置いていきます。全体はこんな感じです。次はエリアとエリアの境目にお城シリーズを使って壁を作っていきます。ちなみに壁を並べるためにタイルはもう1列追加しています。門の手前のタイルは階段の前デザインに変えておきます。全体はこんな感じです。まずは手前の道の上から作っていきます。ちょうど壁があることで木の根元が隠れるようになっているので、門のすぐ隣に1本、1マス開けて1本植えておきます。次は家具を置いていきます。壁があることで細々したものを置いても見えづらくなっているので、大きめの家具を置いていきます。全体はこんな感じです。次は後ろのエリアを作っていきます。まずすぐ後ろに常吉が来るビーチがあるので、崖を削って坂を設置します。今回は街エリアなので、街にも馴染むようにお城シリーズで囲います。全体はこんな感じです。次は道を伸ばしていきます。しっかりとお城シリーズの下にもタイルを敷いて街となじませていきます。
坂を設置するとこんな感じになりました。歩いてみるとこんな感じです。次はカフェになる場所を作っていきます。今回はお家を2軒並べるので、2軒分の幅を柵で囲います。足りないところはタイルを足して、カフェの入り口は階段に変えておきます。移設するとこんな感じです。奥行きを出したかったので、あえてお家の位置はずらしています。次はお借りしたウッドデッキの前デザインを敷いていきます。次はお家周りに木と低木を植えます。次はカフェっぽくなるような家具を置いて、お家とお家の隙間を埋めるために西部の街並みを後ろ向きで置いて壁にします。全体はこんな感じです。さらに道の上に家具を置いていきます。カフェの前なので看板やイートインスペースを作ります。次はビーチ周りに家具を置いていきます。木を植えたいけど植えられない場所には島と練り子、空間を埋めたい場所にはヨットを置きます。素朴なパーティーライトはピンク色の明かりが気になるので消して使います。次は町と田舎の境目を作るんですけど、田舎に近づくにつれて木を多めにしていくと自然になじませることができます。さらに獣道の前デザインを使って境目をなじませます。次はビーチの横を作っていきます。コペマート島は石造りの町なので、石職人のチョモランが住む場所を作ります。まずは木を植えて、石職人っぽく石のスツールとランタンを組み合わせて入り口を作ります。あとは仕事で使う石窯、道具や材料をしまうサイロ、背景を埋めるための西部の街並みを置いておきます。さらに周りに木を植えます。次はお家前まで石畳の前デザインを敷いて、この場所は完成です。次は浮島の上を作っていきます。浮島の上はシンプルに低木やデコイ、雑草で飾り付けをします。全体はこんな感じです。あとは後ろ側とタイルの位置を揃えます。川の長さはまだ隣のエリアをどうするか決まっていないので、このままにしておきます。川を伸ばして橋を架けたり、さらに滝を作って3段目に続かせたり、参考に作ってみてください。ちなみにカフェをやっている設定なので、お家の後ろはカフェで使う食材を育てる場所にしました。カフェではなくお家として使う方はお庭っぽくしたり、ビーチベッドなどを置いて景色を眺める場所にしてみてください。
最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、実写チャンネルの方もよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしております。